かつて東京を縦横無尽に走った都電ですが、現在は残念ながら荒川線のみとなっています。東京都はこの愛らしい乗り物を東京桜トラムと呼んでほしいようですが、都民は恥ずかしいのかそれを口にしません。初めて東京を訪れた人は長い長い電車が走る光景に驚き、人によっては怖いと思うようですが、その東京において一両の可愛い電車を見れば癒されるかもしれません。荒川線は荒川区箕輪橋から新宿区早稲田を結びますが、途中目白の町を南北に縦断します。かつてここから見える高い建物は完成当時日本一の高さを誇ったサンシャイン60でした。しかし2015年以降、手前に新しいビルが建ち、現在遠くに見えるのは高さ189メーターを誇る豊島区役所が入る豊島エコミューゼタウンです。これを設計したのは国立競技場でおなじみ隈研吾氏です。それを背景にやってくる列車は池袋方面、目白の特徴である高台から神田川が削った低地への長い斜面を降りると一旦停止します。ここで電車だけが走る専用軌道から新目白通りの真ん中に移るため、一旦道路を横切ります。普通鉄道と車道の交差といえば踏切ですが、この場所では車も電車も信号機で制御されます。お互いの間には遮断機などないため、車を運転する際は信号の見落としであったり意図的な無視は厳禁です。なぜなら同じ道路を走る乗り物である路面電車と車ですが、見た目以上にその重量差は凄まじく、例えば自動車界の人気者トヨタプリウスの車重は 1.2 トンほどですが、対する荒川線の人気車両9000型はなんと18トンもあります。ということは両車の重量差は15倍。これは体重80キロの人間とプリウスの重量差に一致します。つまり厳密には違いはあるものの、荒川線と車の衝突は人間と車の衝突と同じくらいインパクトがあるということです。どちらにしろ気をつけて運転すべきなのは言うまでもありません。車道の真ん中にポジションを取った荒川線、単体で見ると小さく可愛い乗り物ですが、やはり車と比較するとかなり巨大な代物です。終点早稲田停留所、大隈重信が創設し、関東では慶応と並ぶ私立大学最難関校へはこちらでお降りください。ちなみに学校に用がない方も、大学の目の前には珍しい金色の郵便ポストが設置されているので、それを見に行くだけでも訪れる価値はあります。ホームで線路を挟んだ収まりのいい投炭式ホームに電車が入ってきます。つつましやかな荒川線の1日の利用者は4万5千人ほど。これは都電の最盛期の200万人からすれば非常に小さい数字です。ただ似たような乗り物と比較すると、現在インバウンド需要がゆえに市民生活が脅かされるほどの利用者と言われる神奈川県を走る江ノ島電鉄が1日5万人ほど、同じく神奈川の箱根登山鉄道が2万人ほどと言われていますから、それらと比較すれば1両編成の鉄道としてはかなり賑わっていると言えます。再びやってくる電車、デザインが違います。このように荒川線では様々なタイプの車両が使われており、利用者にとっては非常に楽しいものです。ところがこのバリエーション豊かな車両たちの存在には、都電の意外な懐事情が関係しています。都市部の鉄道会社といえば一般に潤沢な資金を持っている優良企業です。そして荒川線を運営する東京都といえば15兆円というノルウェー一国に匹敵する莫大な予算規模を誇る自治体です。ところが荒川線を含めた都営交通は
都民のためのなくてはならないインフラとしての役割が強いゆえに、民間事業者が手を出さない収益が低い場所にも路線を構築維持しています。それゆえ世界に冠たる大都市東京においても採算が取りづらい状況が続いています。そのため予算の関係上、車両が古くなったからといって JR などのように一気に新しい電車に変えることはできません。なので予算に応じて少しずつ電車を新しくした結果、時代ごとに様々なバリエーションの車両があるわけです。なお、現在荒川線を走る車両で最も古いものが7700型。もともとは1954年から56年にかけて製造が行われた7000型という全く違う姿の車両でした。しかし、これを70年もの間、古くなっては改造して使い続けた結果、このような姿になりました。ちなみに、これら個性的な車両の製造を多く手掛けるのがアルナ車両。車両製造という特殊な会社とあって、一般には知名度が高くありません。ところが、かつて前身となるアルナ工機という会社では、ある世界的に有名なものを密かに作っていました。それが建築家黒川紀章の傑作、中銀カプセルタワービルのあのカプセル部分です。これは鉄道車両などで培われた箱型の構造体を作る技術を買われてのこと。ただこれに関しては会社自体宣伝しているわけでもなく、知る人ぞ知るニッチな情報となっています。そしてこのことから荒川線の車両たちは世界的建築の兄弟とも言えるわけです。ところで現在、早稲田付近の荒川線は新目白通りという都内の主要道路の一つに数えられる華やかな通りを静かに走っています。しかしこの光景は1980年代になってからで、それより前の時代はここに道路はなく、なんと現在車が走っている場所は木造の民家が立ち並んでいました。実は荒川線というのは路面電車というくくりの割に、ほとんどの区間は道路の上を走らず、普通の鉄道のように専用の軌道を走っています。それはこの一見すると路面を走っているように見える新目白通りの区間でも、交差点を除き線路上に車が入れないことからも徹底しています。これは正直路面電車という名前から想像を膨らませ、見に来た観光客にとってはいささか残念な光景です。ところがこの名ばかりの路面電車が都電の歴史を左右することになりました。現在の都電は総延長12キロほどの荒川線だけしかありません。ところが戦後の時代、都心には総延長200キロ、直線にすれば東京から静岡までという驚くべき長さの都電網が張り巡らされていました。これは都心の主要道路には必ず都電の線路があったことを意味します。ところが高度経済成長期に爆発的に自動車が普及すると、渋滞が頻発するようになります。そうなると同じく道路を走る都電は時間通りの運行が困難になってしまいました。この結果、都電を使うと時間が読めないので利用者は減ってしまい、同時に自動車のドライバーたちは柔軟な車線変更ができないデカブツ、都電を渋滞の原因として邪魔扱いするようになります。またこの頃東京都は街のインフラとして地下鉄に注力するようになり、結果として1972年都電は廃止されることになりました。しかし一部例外がありました。それが赤羽と箕輪橋を結んだ27系統と、その途中である荒川車庫前から早稲田を結んだ32系統、つまり現在の荒川線の原型です。この区間は先ほどお話ししたようにほとんどが専用軌道です。そして道路と独立して走るということは車と一緒になることはないため、まず渋滞の原因になることはありませんし、もっと言えば周りの道路が渋滞していてもこの区間はスムーズな運行が可能だったわけです。
これにより27系統の一部である美濃和橋王子駅前間と32系統が統合され存続が決定。そしてこの区間は番号ではなく荒川線という固有名詞で呼ばれることになりました。つまり都電という路面電車は路面というアイデンティティがゆえに廃止され、荒川線はその名前を体現しなかったがゆえに路面電車として生き残ったという不思議な皮肉が存在するわけです。かつてこの早稲田には都電の車庫が存在していました。ただ現在そこまで続く線路はなく、車庫に電車が出入りすることはありません。しかしその代わり跡地が別の形で活用されています。何かスター・ウォーズチックな白く明るい空間。ここは都営バスの早稲田営業所です。都電廃止後に地上バス営業所、そしてその頭上を都営住宅として再開発された施設で、都内ではしばしこういった少しユニークな構造の建物を見ることができます。ただこういった場所は東京における日常の景色でありながら、いわゆる観光地ではないため、メディアに露出する機会はほとんどありません。それゆえ多くの景色が日本中のみならず世界中に知られている東京においても、地元の人々しか知らないローカルな景色というものが少なからず存在することを教えてくれます。バスは戦前1923年の関東大震災で都電の前身である市電が打撃を受けた際に、それを補佐代替する形で普及して以降、約50年にわたり路面電車と共存してきました。しかし東京都は荒川線を除き全ての都電を廃止し、バスに置き換える決定を行います。これは先ほど言ったように路面電車が渋滞の原因であり、かつ犠牲者となっている状況では、同じような巨大な乗り物であっても車線変更など柔軟に対応できるバスの方が時代と都市に適応していると結論付けた結果です。そしてこの路面電車をバスに置き換えるというのは、考えてみれば近年地方で議論の的となっている鉄道を廃線としバスに代替する動きと同じです。この議論ではしばし鉄道の廃線イコール地域の衰退であったり、バスが鉄道の介護官とみなされる場合があります。しかし東京の事例からわかるように、大都市であっても時代と地域の需要に合わせてこのような構造変化は訪れているものです。そして決して東京は都電廃止によって衰退したわけではありませんし、バスに代替できるような状態の鉄道路線がバスに置き換えられたとしても、インフラとして劣化するわけではないというのは現在の東京を見れば理解できます。このように時代によって変化しつつも、都電荒川線そして都営バスはこうして今日も走り続けます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。